あの聖堂像がどのようにして消えたのかを、館内の監視カメラが一時的にオフラインになったのは午前2時17分のことだ。2025年8月、ナイジェリア、ラゴスの国立博物館で実際に起きた話だ。私はその博物館の警備員だった。だから知っている。あの聖堂像がどのようにして消えたのかを正確に細部まで。その夜、私は非番だった。館内の監視カメラが一時的にオフラインになったのは午前2時17分のことだ。翌朝、展示室に入った同僚が青ざめた顔で私に電話をかけてきた。ベニン王国の聖堂像が消えた。と、あの像には古くから言い伝えがある。ベニン王国の呪われた遺物。本来の場所を離れたものに必ず戻ってくる。と、地元の古老たちは皆、そう語り継いできた。しかし、密輸業者の男はそんな話など信じなかった。彼は像を盗み、自宅へと持ち帰った。それから3週間後、男の自室で、あの像が発見された。玄関には鍵がかかったままだった。窓もすべて施錠されていた。それなのに、像は男のベッドの隣に置かれていたのだ。まるで、最初からそこにあったかのように、静かに、冷たく、そして確かに、前日とは向きが変わっていた。男が初めて異変に気づいたのは、盗んだ当日の夜からだった。鍵をかけたはずの部屋のドアが、朝になると必ず開いている。毎晩、金属が擦れるような音が暗闇の中で響く。最初は気のせいだと思った。しかし音は、夜を重ねるたびに近づいてきた。そして21日目の朝、男は自分の寝室で、あの聖堂の顔と向き合った。像の目は、暗闇の中でも光っているように見えたという。私はその後、男から直接話を聞いた。彼の声は震えていた。あれは、自分で動いた。と、彼は繰り返し言った。これは怪談ではない。2025年のラゴスで、本当に起きた出来事だ。では、男の日常は、一体どのように狂い始めたのか。盗んだ夜から遡って、話していこう。私の名前は、ここでは明かせない。だが、あの日のことは、今でも昨日のように覚えている。2025年、ラゴス、ナイジェリア最大の都市に、私は生まれ、育ち、そして生活していた。仕事は、ラゴス国立博物館の警備員だった。正確には、夜間警備の担当だ。給料は安かった。誰もが知っている。よくある話だ。しかし私は、その仕事を誇りに思っていた。少なくとも、あの夜までは、博物館には、様々な展示物がある。古代の仮面、王族の装飾品、儀式に使われた道具たち。その中でも、ひときわ異彩を放っていたのが、ベニン王国の聖堂像だった。ベニン王国は、かつて現在のナイジェリア南部に栄えた強大な王朝だ。その職人たちが生み出した聖堂の彫刻は、世界中の美術館で高値で取引されている。だが、本物の力を持つとされる像は、ごくわずかしか存在しない。あの像は、そのうちの一つだと言われていた。顔の造形は、恐ろしいほど精緻だった。目には、貝殻が埋め込まれていた。暗い展示室の中で、その目はかすかに光って見えた。私は毎晩、その像の前を通り過ぎた。毎晩、同じ場所に立ち、同じ方向を向いていた。それが当たり前だった。それが普通だった。あの夜までは、2025年11月14日、金曜日の深夜、私はいつも通り、博物館の巡回を終えた。廊下の電灯を消し、非常口を確認し、中央監視室へ戻ろうとしていた。その時、見知らぬ男が館内にいることに気がついた。作業員の服を着ていた。だが、その日、夜間作業の予定はなかった。私が声をかける前に、男は振り返った。目が合った。次の瞬間、私の意識は途切れた。何かを嗅がされたのだと、後で分かった。気がついた時には、床に倒れていた。時計を見ると、3時間が経過していた。そして、あの聖堂像は、台座の上から消えていた。私はすぐに通報した。警察が来た。調書を書いた。だが本当のことは、何も言えなかった。男の顔を、私は知っていたからだ。その男は、3週間後、自分の寝室であの像と向き合うことになる。では、盗まれたその夜から、何が始まったのか。あの夜から、何かが変わった。最初は、音だった。金属が擦れるような、低い音。夜中の2時を過ぎた頃、
決まって聞こえてきた。最初は気にしなかった。古いアパートだ。配管の音かもしれない。そう思うことにした。だが2日目の夜、同じ時刻に、また聞こえた。今度は少し、近かった。3日目には、はっきりとわかった。それは部屋の中から聞こえていた。男の名はチュクエメカと言った。ラゴスの港に近いエリアで育ち、若い頃から美術品の密輸に関わってきた。博物館の警備員と顔見知りだったのも、偶然ではない。あの夜、彼が持ち帰った青銅像は、倉庫の隅に布をかけて隠してあった。誰にも話していない。場所は自分しか知らない。そのはずだった。4日目の朝、彼は異変に気づいた。布が、ずれていた。風はなかった。窓も閉まっていた。彼は首を振り、布を直した。気のせいだ。と、5日目、倉庫に入ると、空気が冷たかった。ラゴスの5月は、蒸し暑い。クーラーなどない倉庫が、消えているはずがなかった。吐く息が、白く見えた気がした。それでも彼は無視した。だが6日目の夜、彼は眠れなかった。あの金属音が、ずっと続いていたからだ。リズムがあった。一定の間隔で、コツ、コツ、と、まるで何かが、歩いているような音だった。朝になって倉庫を確認した。何も変わっていない。像はそこにある。布もそのままだ。彼は深呼吸をした。その時、気づいた。匂いがした。土と、血と、古い金属が混ざったような、奇妙な匂い。ベニン王国の青銅像は、儀式のために鋳造されたものが多い。王の権威を示すもの、あるいは、死者への捧げ物として作られたもの。それを、彼は盗んだ。7日目の夜、彼は夢を見た。暗い部屋の中に、自分が立っている。目の前に、像がある。像の目が、光っていた。赤く、静かに、ただじっと、こちらを見ていた。彼は目を覚ました。汗が止まらなかった。時計は、午前3時を指していた。そして翌朝、倉庫の鍵が、内側からかかっていた。外からかけたはずなのに、彼はその事実を、しばらく受け入れられなかった。だが次の夜、彼は確かに見た。だが次の夜、彼は確かに見た。倉庫に入った瞬間、空気が変わった。冷たい、異様に、冷たかった。ラゴスの夜は蒸し暑いはずだ。なのに、その部屋だけが、まるで冬のようだった。彼は懐中電灯を握りしめた。光を、像に向けた。像は、あった。布をかぶせた状態で、隅に置いてある。変わっていない。そのはずだった。彼はゆっくりと近づいた。足音が、やけに大きく聞こえた。自分の息が、白く見えた気がした。布に手をかけた。そして、聞いた。像は、向きが変わっていた。昨日まで、壁の方を向いていた。今夜は、扉の方を向いていた。つまり、入り口を、こちらを、向いていた。彼は後退した。足がもつれた。壁に背中をぶつけた。それでも目が離せなかった。像の目は、うつろな穴だ。金属の、空洞だ。見えるはずがない。なのに、見られている気がした。じっと、確実に、こちらだけを、IMG、暗い倉庫の中で向きが変わっている青銅像、入り口の方を向いている。懐中電灯の光だけが照らす。金属音が、した、かすかに、像の、内側から、彼は声を上げようとした。出なかった。喉が、完全に塞がれたようだった。体が、動かなかった。指一本、動かせなかった。それが何秒続いたのか、わからない。体感では、永遠だった。やがて音が止んだ。体の力が、一気に抜けた。彼は床に崩れ落ちた。膝が震えていた。手も、震えていた。呼吸が戻ってきた。浅く、早く、乱れていた。彼は這うようにして倉庫を出た。扉を閉めた。鍵をかけた。今度は、外から、確かめた。動かない。かかっている。彼は3歩下がった。壁に背を預けた。空を見上げた。ラゴスの夜空に、星は見えなかった。雲が厚かった。暗かった。彼は自分に言い聞かせた。気のせいだ。疲れているだけだ。像は動かない。金属は音を立てない。そう、繰り返した。何度も、何度も。だが翌朝、目が覚めた時、彼の寝室に、あの布が落ちていた。像を包んでいた。あの布が、倉庫の鍵は、まだ閉まったままだった。像との、最初の接触は、もうすぐそこまで来ていた。布が、落ちていた。倉庫の鍵は、
確かに閉まっていた。彼は自分の手を見た。震えていた。気のせいではない。もう、そう言い訳できなかった。彼は急いで倉庫へ走った。重い南京錠を確認した。錠は閉じていた。傷一つなかった。だが、中を開けると、あの青銅像は、そこにあった。台座の上に、静かに座っていた。布だけが、消えていた。彼は長い時間、像を見つめた。像は動かなかった。何も起きなかった。ただ、静かだった。その静けさが、むしろ恐ろしかった。その夜、彼はほとんど眠れなかった。天井を見つめ続けた。深夜2時を過ぎた頃、金属が擦れるような音が、また聞こえた。今度は近かった。廊下だった。彼はゆっくり起き上がった。息を殺した。耳を澄ませた。音は止まった。しばらく待った。何も起きなかった。だが、確かめなければならなかった。彼はドアを開けた。廊下は暗かった。電気をつけた。何もなかった。誰もいなかった。安堵しかけた。その瞬間、倉庫のドアが少し開いていた。確かに閉めたはずだった。鍵もかけたはずだった。しかし、ドアは開いていた。彼は一歩、近づいた。もう一歩、近づいた。隙間から中を覗いた。暗かった。電気のスイッチを押した。像が台座からずれていた。わずかに向きが変わっていた。確かに向きが変わっていた。彼は後ずさった。壁に背中がぶつかった。その時だった。像の目が光を反射した。ただの金属の反射だと思いたかった。だが、その目はまっすぐ彼を見ていた。彼は動けなかった。足が床に縫い付けられたようだった。そして静寂の中に声が響いた。低く、くぐもった声だった。ナイジェリアの言葉ではなかった。古い言葉だった。だが、彼には聞こえた。はっきりと聞こえた。自分の名前が呼ばれていた。2度、3度、象の口は動いていなかった。しかし、声は確かにそこから来ていた。彼は叫び声を上げた。廊下へ飛び出した。部屋に駆け込み、ドアを閉めた。鍵をかけた。布団を頭からこうむった。心臓が破れそうだった。夜明けまで彼は動けなかった。それは始まりに過ぎなかった。次の日から彼の日常は変わり始める。翌朝、彼は目を覚ました。布団の中で長い時間をかけてゆっくりと息を整えた。日の光が窓から差し込んでいた。普通の朝だった。だが、何かが違った。空気が重かった。IMG、朝の光が差し込む薄暗いアパートの室内。静寂の中に不安が漂う。彼は恐る恐る布団を剥いだ。ドアに近づいた。鍵はかかったままだった。取っ手を回した。開いた。廊下には何もなかった。彼は深呼吸をして台所へ向かった。水をいっぱい飲んだ。昨夜のことを夢だったと思いたかった。しかし、手が震えていた。カップを持つことすら難しかった。IMG、震える手でカップを持つ男。台所の窓から差し込む朝の光。その日、彼は仕事に行った。いつも通り、バスに乗った。いつも通り、街を歩いた。しかし、何かが彼を見ていた。そんな感覚が、ずっとついて離れなかった。背後を何度も振り返った。誰もいなかった。ただの通行人だった。それなのに、視線は消えなかった。夜になった。アパートへ戻る足が、重かった。ドアを開けた瞬間、金属の匂いがした。古い、錆びたような、冷たい匂いだった。部屋を見回した。異常はなかった。倉庫の扉は閉まったままだった。彼はそっと扉を開けた。木箱は、そこにあった。何も変わっていなかった。だが、匂いは消えなかった。IMG、薄暗い倉庫。木箱が置かれた床に差す細い光。翌日の朝、彼は台所で気づいた。椅子の位置が変わっていた。昨夜、自分がそこに置いた場所とは明らかに違った。30センチほど動いていた。誰も入っていない。鍵は自分が持っている。窓も閉まっていた。それでも椅子は動いていた。3日目、もっと奇妙なことが起きた。鏡が曇っていた。風呂場の鏡だった。まるで息を吹きかけたように。しかし、彼はまだ部屋に入っていなかった。指で拭いた。曇りは取れた。だが、その下に何かが見えた気がした。文字のような形がうっすらと残っていた。彼はもう一度拭いた。何もなかった。4日目の夜、
声を聞いた。名前ではなかった。言葉でもなかった。ただ、低く、遠く、何かがうなるような音だった。壁の向こうから来ているようだった。壁に耳を当てた。音は、止まった。彼は悟り始めていた。これは、追われているのではない。共に、いるのだ。あの像は、姿を変えて、日常の中に溶け込んでいた。それが何者なのか。次の夜、彼はついに知ることになる。5日目の朝、彼は図書館に行った。インターネットではなく、本だった。あの像について、誰かが記録しているはずだと思ったのだ。司書は彼の顔を見て、少し眉を潜めた。ベニン王国の青銅器について知りたい。と彼は言った。老いた司書は、何も言わずに奥へ消えた。しばらくして、一冊の古い本を持ってきた。表紙には何も書かれていなかった。ページを開くと、独特の金属の匂いがした。彼は手が震えるのを感じた。そこには、象の名が記されていた。イディア、ベニン王国の最初の保護。息子のために戦い、息子のために死んだ女性。彼女の魂は、特定の青銅像に宿ると言われていた。その像は、王国の象徴だった。奪われた歴史の、証人だった。植民地時代に略奪され、博物館に閉じ込められていた。帰るべき場所を、ずっと求めていた。彼は本を閉じた。指が白くなるほど、強く握りしめていた。なぜ、自分なのか、その問いが、頭から離れなかった。家に戻ると、リビングの空気が変わっていた。重くはなかった。むしろ、静かだった。深い、森の中のような静けさだった。彼は椅子に座り、目を閉じた。そして思い出した。祖母の言葉を、お前の血には、王の記憶が流れている。子供の頃、意味がわからなかった。ただの昔話だと思っていた。しかし今、その言葉が骨の奥まで染み込んでくるような気がした。彼の家系は、ベニン王国の末裔だった。遠く薄いつながりでも、確かに血はつながっていた。象は、偶然ここに来たのではなかった。象は、血の匂いをたどってきたのだった。盗んだのは、自分だった。しかし呼んだのは、自分の血だったのかもしれない。その夜、寝室の扉を開けた。象は、また別の場所に移っていた。窓の前に立っていた。月光を受けて、静かに輝いていた。彼はその顔を、初めてまともに見た。恐怖ではなかった。悲しみだった。深く、長い、何百年もの悲しみだった。象の目が、彼の目と合った気がした。言葉はなかった。しかし、すべてがわかった。お前は、ここに届けるために選ばれた。次の夜、最後の対面が訪れる。扉を開けた瞬間、空気が変わった。重く、冷たく、まるで時間そのものが固まったようだった。象は、窓の前に立っていた。月の光が、その全身に降り注いでいた。金属の表面が、静かに、柔らかく輝いていた。彼は一歩も動けなかった。足が、床に縫い付けられたように動かなかった。しかし、今夜は違った。恐怖ではなかった。何か別のものが、胸の中で広がっていた。彼はゆっくりと、象の顔を見た。初めて、ちゃんと見た。細工された目、刻み込まれた口元。その表情は、怒りではなかった。悲しみだった。深く、長く、言葉にならない悲しみだった。何百年も、誰にも届かなかった悲しみだった。略奪された夜のことを、象は覚えていた。燃やされた王宮のことを、忘れていなかった。海を渡り、展示ケースの中に閉じ込められた日々を、ずっと抱えていた。彼はその重さを、初めて感じた。象の目と、自分の目があった気がした。気のせいではなかった。確かに、何かが伝わってきた。言葉ではなかった。しかし、意味は分かった。お前は、ここに届けるために選ばれた。頭の中に、その言葉が響いた。彼は自分が何をすべきか、理解した。盗んだのは自分ではない。しかし、運んだのは自分だった。ここまで連れてきたのは、自分だった。だから、責任がある。終わらせる義務が、ある。涙が、頬を伝った。恥ずかしくなかった。当然のことだと思った。象は動かなかった。ただ、月光の中に静かに立っていた。しかし、その場の空気が少しだけ、柔らかくなった気がした。長い沈黙の後、彼は一つだけ言葉を口にした。わかった。その夜、金属音は聞こえなかった。扉が勝手に開くこともなかった。朝まで、静かだった。しかし、
それは終わりではなかった。本当の終わりは、もう少し先にあった。翌朝、彼が下した決断が、全てを変えることになる。翌朝、彼が最初にしたことは、電話をかけることだった。相手は、かつて同じ博物館で働いていた同僚だった。彼は全てを話した。盗んだこと、運んだこと、そして、起きた全てのことを、電話の向こうで、長い沈黙があった。それから同僚は、静かにこう言った。わかっていた。あの像は、戻りたがっていた。その一言が、彼の胸に深く刺さった。その日の午後、彼は聖堂像を布で丁寧に包んだ。乱暴に扱うことなど、もうできなかった。まるで、眠っている誰かを起こさないようにするかのように、そっと、慎重に、彼はそれをラゴスへ運んだ。博物館の前に立った時、足が震えた。しかし、引き返すことは考えなかった。館長室のドアを叩いた。すべてを白状した。盗んだ経緯も、関わった人間も、そして、あの夜に起きたことも、館長は、黙って聞いていた。怒鳴ることも、すぐに警察を呼ぶこともなかった。ただ、じっと彼の目を見つめていた。最後に館長はこう言った。あなたが戻ってきたことが、すでに答えだ。彼は逮捕された。それは避けられないことだった。しかし、彼自身は、それを罰とは感じなかった。むしろ、長い間背負っていた何かが、ようやく下ろせた感覚だった。留め置き所の中で、彼は初めてまともに眠ることができた。金属音は聞こえなかった。扉が勝手に開くことも、なかった。ベナン王国の聖堂像は、元の展示台に戻された。学芸員たちは、像に目に見えるような損傷がないことを確認した。しかし、一人の年配の学芸員だけが、こっそりとこう呟いたという。表情が、少し変わった気がする。彼が出所したのは、それから数ヶ月後のことだった。博物館に戻ることは、もう許されなかった。それでも、彼は時折、館の外から建物を眺めた。あの像が、今もそこにある。ただそれだけで、十分だと思った。彼は今でも、あの夜のことを夢で見ることがある。月光の中に静かに立つ、黒い影のような像の姿を。しかしそれは、もう恐怖ではない。どこか、懐かしいような感覚だった。そして、これが本当の終わりかと問われれば、彼はこう答えるだろう。終わりではない。始まりだった。この話には、まだ語られていないことがある。エピローグで、すべてが明かされる。それが、始まりだった。終わりではなく、彼はあの夜以来、二度とあの像に触れていない。しかし、像は今でも彼の記憶の中に存在している。静かに、確かに、2026年の今もなお、ラゴスの警察は正式な記録を持っていない。博物館は像を取り戻したと発表した。しかし、誰もその経緯を説明できなかった。警備員だった彼は、その後職を辞した。理由を聞かれると、彼はただ微笑むだけだった。言葉にできることと、できないことがある。あの金属音は、今でも時々耳の奥で響く。深夜、静寂の中に、鍵をかけたはずの扉が、朝になると開いている。そんなことが、今でも稀にある。偶然だと思いたい。しかし彼は知っている。ベニン王国の聖堂像は、ただの美術品ではなかった。それは、記憶そのものだった。何百年もの時間を、その金属の中に宿した。奪われた怒りを、忘れられた悲しみを、そして、戻ろうとする意志を。像は動いた。それは事実だ。信じるかどうかは、あなた次第だ。しかし、この話を語り終えた今、一つだけ確かなことがある。世界には、人間の理解を超えたものが存在する。それを恐れるのか、それとも、敬うのか、その違いが、すべてを決める。彼はあの夜、恐怖から敬意へと変わった。だからこそ、今も生きている。像は彼を選ばなかった。ただ、彼に見せたのだ。自分が何者であるかを、そして、この話を聞いたあなたにも、今、同じものが届いているかもしれない。静かな夜に、ふと感じるあの気配、それが何なのか、あなた自身で、確かめてほしい。